どうも、モブです。今回は新規コアに関する性能評価についてだよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、ウォッチャーの目についてだよ。このコアは、コア攻撃のクリティカルダメージを 20% 増加してくれるよ。このコアは、基本的にコア攻撃特化のアリシアハンターや水篠の武器、延長霊を使用するときに装着するよ。その他には必殺技を打つことが少ない土器の戦場などの一部ステージで使用することがあるよ。主に攻撃力3勝以外のハンターや必殺技でとどめを刺す以外のハンターかな。次はレッドプレデターの上についてだよ。このコアは魔力が 50% 以下の場合、攻撃力を 6% 増加してくれるよ。基本的には旧コアと比べ汎用性の部分で劣り、その効果もわずか 1% なので使用頻度はかなり少ないかな。もしも使う場面があるとするならば、特定のステージや祝福の石の渇望との組み合わせ、また魔力消費量が多いハンターかな。次はレッドプレデターの渇望についてだよ。このコアは魔力が 50% 以下の場合、防御力を 6% 増加してくれるよ。基本的にこのコアの目的は攻撃力増加の9コアがあるのに対し、防御力増加のコアがなかったから追加した感じかな。しかし特定の条件やデメリットなしに追加すると同じようにアンバランスになるため、魔力が 50% 以下という制限があるよ。また魔力の制限があるため、黒曜石アーティファクトを使用している場合には少し難ありという状態になるよね。そのため長い時間2つの効果を発揮させることは難しいため、特定のタイミングでのみ発動させるように調整したり、ラッキー感覚で増加してくれたりすれば良いという認識かな。さらに9コアでは必殺技を使用しなければシールドを発動できないので、このコアも土器の戦場などで使用する場合があるかもしれないね。次はウォッチャーの触手についてだよ。このコアは HP が 70% 以下の場合、防御力を 6% 増加してくれるよ。基本的にこのコアも特定条件での防御力の増加によりバランスを保っている感じかな。しかし HP の管理は自分ではなく敵依存になってしまうため非常に難しく、レッドプレデターの渇望と比較すると使いにくい印象だよ。そのためこのコアの使用先はほぼなく、唯一考えられるのが闇属性の白川ハンターかな。次はレッドプレデターの断罪についてだよ。このコアは魔力が 20% 以下になった場合、1回のみ最大魔力の 30% を回復してくれるよ。このコアは基本的に魔力消費量が大きいハンターにつけるけど、そもそも戦闘中に一度のみ回復してもすぐに魔力が底を尽きてしまう可能性が高いため、あまり大した効果にはならないよね。またこれまでと同じように9コアとは違い、必殺技を打たなくても魔力が回復できるため、土器の戦場のようなタイムアタックで使うことがありそうだね。最後にウォッチャーの牙についてだよ。このコアは魔力回復量が 10% 減少し、通常スキルの魔力消費量が 12% 減少するよ。またこのコアに関しては詳しく調べてみたよ。まずはアリシアのスキル2でどれだけの差が生まれるのか確認してみたところ、英雄等級で26の魔力消費の差ができたよ。しかし本来ならば28の差が生まれる計算のため、魔力消費量減少というステータスはパーセント換算する上で効率が減少しているかもしれない説が浮上したよ。そして実際に魔力消費量減少のステータスを調整して検証し判明したことは、ウォッチャーの牙コアは魔力消費量減少のパーセントが実数値に変換されてから
キャラクターのステータスに合算されるということだよ。つまり基本的にはギルドレイドなどで魔力消費量減少のステータスを大きく盛らなければならない。ハンターのステータスが足りない時に補う感じで大丈夫かな。次に魔力回復量の観点からも検証してみたよ。魔力回復量は魔力消費量減少とは違い、実数値がそのままパーセントに換算され合算されるよ。また早乙女などのスキルによる効果は減少に含まれず、自動回復にもほぼ影響なく、ステータスで魔力回復率増加が0の場合はデメリットなしで使えるよ。そのため魔力回復量増加が0で必殺技を打ちにくい土器の戦場などでは今後多く使われることが予想されるよ。最後にまとめだよ。新規コアは総合的に見ると旧コアに比べ汎用性に劣る分特徴的なものが多いよね。特にこの中でもコア攻撃のクリティカルダメージが増加するウォッチャーの目や魔力が 50% 以下の場合防御力が 6% 増加するレッドプレデターの活合、そして魔力消費量が減少するウォッチャーの牙は今後多く使うことがありそうだね。そのためいち早く光の攻防でイモスを攻略し、より多くのコアを獲得しよう。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。